皆さん、こんにちは。D ゲールです。今回は Xbox シリーズ X と PS5 の新情報が入ってきましたので、その2つの情報をまとめて紹介していきたいと思います。この Xbox シリーズ X と PS5 のね、対決、次世代機対決、注目している方多いと思いますが、Xbox シリーズ X の方はついに全てのスペックが公式発表されましたので、そちらをですね、紹介していきたいと思います。まずは今まで不明だったんですけども、ストレージが 1TB の SSD ということが判明しました。やっとわかりましたね。今までストレージ容量は発表されていませんでした。1TB ですよ。SSD で 1TB ですから、HDD で 1TB とはわけが違う。しかもなんと、カートリッジ式の外付け SSD を使って容量を増やすことができるんです。カートリッジ式なので、容量がいっぱいになったらですね、気軽に交換することができるので、昔のメモリーカードみたいな感じです。しかもですね、ロード時間が爆速な純正 SSD ですから、HDD で容量を増やしてしまったらね、せっかくの爆速な SSD があるのに、HDD の方を使うことになったりしてしまいますが、今回ね、この純正 SSD が別売りでね、販売されるということが発表されましたので、自由に容量を増やすことができるというですね、最高の機能がついているんです。もちろん、外付け HDD を使って容量を増設するっていうこともできますから、例えば、ロード時間が別に速くなくてもいい、ゲーム以外のアプリケーションなんかは HDD に落としておいて、ゲームは全部 SSD にするみたいな使い分けをすれば、なおね、使い勝手がいいと思います。ちなみに PS5 も外付け SSD らしき特許画像が話題になっていて、これがね、実装されるんじゃないかって言われていましたが、残念ながらですね、あの特許はソニーの子供向け玩具トイヨのカートリッジだったことがね、すでに判明していますから、PS5 にね、専用の外付け SSD のね、カートリッジができるかっていうところは、現状不明となってしまっております。そしてこの Xbox シリーズ X の SSD のロード時間がどれぐらい速いのかっていうのが Xbox One X と比べた映像が今回ですね、公開されました。それを見るとなんと、ロード時間たったの9秒っていうことなんですよ。しかもこれオープンワールドのゲームですよ。オープンワールドのゲームってロード時間がめちゃくちゃ長いので、サクッと少しだけプレイしようかなって思っても、ロードが長いからめんどくさいしいいやってなりがちですが、これだけ短かったらね、サクッと気軽にプレイできますよね。ちなみに Xbox One X のロード時間はこのゲームだと50秒でした。だからね、50秒もかかるようなゲームが9秒のたったね、ロード時間で済んでしまうということなので、この Xbox シリーズ X の SSD は相当高性能。ロード時間に関してはね、おそらく PS5 も同じぐらいにはなると思うんですけども、Xbox シリーズ X にはさらにクイックレジューム機能っていうのがついてるんです。これはどういう機能かって言ったら、例えばゲームをプレイしていて、ちょっと別のゲームがやりたいなって思った時にですね、他のゲームを開始したとしても、前のゲームはですね、一時停止して保存されてるんですよ。で、その一時停止した場所からすぐに再開することができるんです。この機能何が便利かって言ったら、例えばですね、よくあるのが、ゲームをプレイしていて、フレンドさんなんかにね、別のゲームをやろうよって誘われた時に、いや、今やってるゲーム終了するの嫌だなって時なんかには、特に役立つと思いますし、しかもこの機能、システム更新があったりだとか、電源をオフにしたりしても、そのままですね、再開することができるみたいなんです。秒数にして、なんと約5秒で復帰できます。見てください。今このゲームを開きましたよね。開いてからたったの5秒ですぐに再開することができます。つまりですね、さっき9秒間ね、ロードの時間かかりますよって言いましたけど、結局この機能を毎回使ってしまえば、たったの5秒で毎回ゲームをプレイできてしまうということなんですよ。この機能が PS5 にもつくのかっていうのが気になりますよね。現在 PS5 はこの機能がつくっていうのは公式発表していませんので、もしこれが Xbox だけの機能だとしたら、そこは結構なね、差別化になるのではないでしょうか。そして気になる Xbox シリーズ X のグラフィック性能は 12TFLOPS になるということが改めて公式発表されました。前はね、Xbox One X の2倍のグラフィック性能っていう表現だったんですけども、ちゃんとね、今回公式に 12TFLOPS と言われましたよ。
すごいですよね。これもうハイエンド PC レベルのグラフィックが出せますし、これ PC のね、ウルトラ設定を上回る高解像度のね、テクスチャを実現したとも言ってるんですよ。これはギアーズ5っていう Xbox 用に作られたゲームの話なので、全てのゲームではないかもしれませんが、とりあえず家庭用ゲーム機でもね、もうハイエンドな PC レベルのものが出せる時代になってきたということです。そしてグラフィック性能以外のスペックも全て公表されました。GPU の性能もすごいですけど、CPU の性能もすごいですよね。さすが次世代機。そしてメモリなんかは 16GB ということもね、判明しております。あとは 4K 解像度でも 60fps をね、保てるようにしているみたいなので、そこも注目です。そしてですね、Xbox シリーズ X でレイトレーシングオンの場合とオフの場合を比較した映像が公開されました。これがオフなんですけども、見ててください。これですよ。オンにした時と明らかに違いますよね。影の表現がもうまるで違う。レイトレーシングっていうのはですね、現実世界と同じ方式で光の描画を行うっていうことになってますから、このようにね、水の映り具合だとか、特に半透明なものはリアルタイムレイトレーシングの恩恵を受けやすいです。よく現行機と次世代機ではグラフィックの性能はそんなに変わらない、見た目じゃそんなにわからないって言われちゃったりしますよね。確かにですね、現行機でもすでに高性能なので、グラフィックの違いっていうのはそんなに次世代機になってもそこまでは感じないかもしれませんが、このレイトレーシングがあるかないかでね、大化けするようなゲームもありますから、ゲームによってはですね、もうものすごくリアル、今までとは全然違うっていうのがはっきりわかるようなところがですね、この次世代機の凄さだと思います。他にも Xbox シリーズ X には新機能がありまして、まず、スマートデリバリーという機能です。これはですね、マイクロソフトが販売するタイトル、例えば Gears of War だとか Halo シリーズだとか、そういったものをですね、Xbox One で購入した場合でも、Xbox シリーズ X でも、これプレイできてしまうんですよ。今までは現行機バージョンで買ったゲームって、次世代機でやりたかったら、買い直さないといけなかったですよね。それがマイクロソフト製のタイトルであれば、買い直さなくていいということですから、明らかにこれをやってしまったら、マイクロソフト側の収益は下がってしまうんですけども、消費者第一ということでね、こういった機能をつけてくるみたいなんです。これはね、ファーストパーティー製だからできることだとは思うんですけども、なんとまさかまさかのサードパーティー製であるサイバーパンク2077がですね、この機能に対応すると発表したんですよ。めちゃくちゃじゃないですか、これ。このゲームを作ってるのは CD プロジェクトレッドっていうですね、別にマイクロソフトの参加というか、別に買収されたわけでも何でもないですから、これを対応するってことはね、サイバーパンク2077、Xbox One で買った人がね、Xbox シリーズ X で買い直さなくて良くなってしまいますから、これ大打撃ですよね、売上的には。なのにこれ対応してしまうという、めちゃくちゃなニュースがね、これこの間ありましたよね。で、これ何が危険かって言ったらですね、これ、もし PS5 がこのような機能を搭載しないのであれば、PS4 版のサイバーパンク2077を買ってしまった人は、PS5 版が欲しくなった時に、わざわざ買い直さないといけない。同じソフトを買い直さないといけないことになってしまいます。つまり PS4 と Xbox One どっちも持ってる人は PS4 版のサイバーパンク2077を予約キャンセルして Xbox One バージョンに予約し直すっていう方が増えてしまう可能性があるんですよ。日本だったらそこまで関係ないかもしれませんが、海外だったらやっぱりね Xbox One を応援してる人も多いですから、これはソニーにとっては大打撃になってしまう。つまりサイバーパンク2077が発売する前にですね、ソニーはどうしてもこの機能を搭載するんだったら早く発表しないといけない。サードパーティー製のタイトルが対応しなかったらですね、特に影響なかったと思うんですけども、今回ね、このビッグタイトルが対応するということなので、ソニー側の動向が気になりますね。そして Xbox シリーズ X のデザインの話をしておくと、縦長のデザインになっていて、まるで PC のようだっていう意見が多いですよね。で、これは何のためにやっているかって言ったら、ファンをね、上につけることで、熱を逃がしやすいような設計にしているということですから、熱がね、こもってしまったら、ファンの回転音ですごくうるさいと思うんですけども、そうならないように作られている。ものすごいゲームパワーを持っているんだけども、音はね、そんなにうるさくないという、相当優れているという自信
信があるみたいです。そしてコントローラーに関しての詳細も発表されております。ただコントローラーに関してはですね、第1回目の発表でも大体発表はされていますから、それはちょっと割愛したいと思います。まだご覧になっていないという方はですね、コントローラーの情報に限らず、1回目に発表された内容っていうのは、大体今回の動画では割愛していますので、気になる方はコメント欄の方にリンク先貼っておきますから、よかったらご覧ください。ただ前回は発表されていなかった新情報としてはですね、DLI という技術を採用することで、コントローラーの応答性能をさらに上げているみたいです。なのでボタンを押したりスティックを押したらすぐに画面に反映されるということですから、これはね、Google のステイディアみたいなストリーミングサービスにはできないゲートですよね。現行機でも十分だとは思うんですけども、さらに性能が上がるっていうことですから、格ゲーとかレースゲーとかにはね、特にいいかもしれません。そしてコントローラーはですね、少しだけ全体的に小さくなっているので、握りやすくなっているみたいです。そしてトリガーボタンはこのようにですね、グリップが効きやすいようなデザインになっているみたいなので、押しやすくなったっていうところもいいところだと思いますが、PS5 のようにトリガー部分はですね、ゲーム内のものを握ったものがね、そのまま感触が伝わってくる。食感フィードバックのようなものがね、これにはついているっていうことは発表されませんでしたから、コントローラーに関しては PS5 の方が多機能なのかもしれません。そこで今回ね、PS5 の新情報もお伝えしておきますと、PS5 のコントローラー、DualShock 5を使えば、PS5 を繋いでいないモニターでもゲームがプレイできるという特許申請が出されたんですよ。これどういうことかって言ったら、例えばリビングに普段 PS5 を置いているんだけども、デスクのモニターでも PS5 をプレイしたいという時なんかに活躍するんじゃないでしょうか。これリモートプレイでいいじゃないかって思うかもしれませんが、リモートプレイって別のデバイスに繋ぎ直す必要がありますよね。だけどこのね、特許画像を見ると、コントローラーをそのまま持っていけるようなので、いちいち繋ぎ直さなくてもすぐにね、別の部屋でできると。ただしこれオンラインとかに繋いでいないただのモニターとかではさすがに無理だと思いますから、もしかしたら Android TV とかだったらできるのかもしれませんし、Chromecast みたいな何かしらのデバイスを繋いでいないとできないのかもしれませんが、とりあえずはこういった特許申請が出されていますし、あとはコントローラーがですね、無線充電に対応するという特許申請も出されております。自分は結構やってしまうのが、コントローラーを充電している時に、この USB のコードをですね、足に引っ掛けたりしてコントローラーが落ちてしまったりすることはあるんですけども、皆さんはそういうことありますか？無線充電っていうのは絶対ないといけないとまでは思いませんけども、あったらあったで便利ですよね。置いておくだけで充電ができるっていう機能が、もしこれね、実装されたら個人的には結構嬉しいです。そしてもう一つ、心拍数や汗を感知できるバイオフィードバック機能っていうのも特許申請が出されたみたいです。これがもし実装されたらね、例えばホラーゲームなんかで心拍数を測ってね、心拍数が高い方が負けだとか、そういったなんかテレビ番組であるようなちょっとした面白さが出るかもしれませんので、これもね、もし実装されたら楽しんでみたいと思いますが、もちろんね、特許申請されたものが必ず製品版に採用されるとは限りませんから、まだわからない状態ではありますが、どれか一つは採用されてもおかしくないんじゃないでしょうか。ちなみにですね、こちらが今まで発表された DualShock 5の特許申請まとめになります。音声アシスタントだとか背面ボタンだとかね、Wi-Fi 直接接続なんかも申請されていますので、どれか採用されるかもしれませんね。皆さんはこの中だったらどれが採用されてほしいですか？コメント欄で教えていただければと思います。ということで、いかがだったでしょうか？次世代ゲーム戦争盛り上がってきましたね。Xbox シリーズ X が相当な機能を備えているみたいなので、PS5 そろそろ公式発表、詳細を発表してほしいです。また何か新情報ありましたらすぐに動画出しますので、もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。